この色と素材の使い方は最高にかっこいい505のオマージュとして、ズームの DNA を継ぐもの。はい、こんにちは。文具王です。今日紹介するのはこちら。はい。ズーム L1 という製品です。トンボ鉛筆さんから2023年の2月17日に発売になりましたということで、前回のズーム C1 に続きですね、新しいズームシリーズの製品3種類出ましたけれども、そのうちの一つということで紹介していきたいと思います。ズーム全体の話とか歴史についてはですね、前回の動画で詳しく語っているので、そこのところは割愛します。よかったら以前の動画の方を見ていただければと思うのですが、前回紹介した C1 っていうのは、ズームのシリーズの中では一番、高いラインということでですね、7000円っていう、価格だったわけですけれども、今回はズームの中ではエントリーラインということで、4000円。エントリーラインって言いつつも4000円ということでですね、しっかりした価格ではあるんですけれども、日本発信のコンテンポラリーデザインということでですね、しっかりブランド価値を高めていこうということで、かなり意欲的な値段かなというふうに思いますということで、じゃあ実際そのね、4000円の価値はどこにあるのかっていうところを見ていきたいなというふうに思います。C1 と L2 っていうのがありますけれども、そちらはどっちもボールペンとシャーペンと両方あるんですけれども、この L1 に関しては水性ゲルのみということなんですけれども、インクはブラックとブルーブラックの2色が用意されています。軸色は6色あって、シルバー、フルブラック、グラファイトブルー、マットブルー、マットブラウン、マットグレーなんですけれども、ここにあるのはですね、グラファイトブルーと、マットブラウンということで、ブラウンと言いつつもですね、ピンクと紫の間ぐらいの感じの色合いかなという感じの、色になっております。ということで、今回もちょっと書きながら考えていきたいんですけれども、いつもルーズリーフに書いたり、いろんなものに書いたりしながらですね、どうやって書きながら考えようかっていうのを模索中なんですけれども、最近こんなフォーマットを作ってみました。商品名は Zoom L1 ですね。で、トンボ鉛筆。価格は4000円。で、税込みだと4400円ですね。で、発売日が、23年の2月の17日。インク種別は水性ゲルの染料系という感じですね。トンボ鉛筆では水性ゲルって言ってますけども、ゲルインクっていうのは基本的に全部大きな分類で見ると水性に含まれます。なんですけれども、何が違うかというと、増粘剤っていうね、ちょっとね、粘り気のあるものが入っていて、タンクの中では固形化している。ゲル状ということで固まっているんだけれども、書き始めたら、このボールの先端のところの、先端力によってですね、ボールが転がる時の、エネルギーによって液状化するっていう、チキソトロピーっていう性質を持っているものをゲルと呼んでいるんですけれども、その中ではですね、エナージェルとかもそうですけども、かなり緩いゲルになります。ほとんど書き味的には水性に近いものになるかなというふうに思います。ボール径は 0.5mm で、インクのカラーはブラックとブルーブラックがありますよと。重量は 22.5g なんですけれども、これキャップをつけた状態ですね。キャップをつけた全体の重量としては 22.5g なんですけれども、僕はこういう筆記具の場合はだいたいキャップなしで書くので、なしの場合の重量もちょっと書いておきましょう。14.6g ですね。で、全長は 140mm。重心位置ですね。前からの重心位置なんですけれども、これがキャップありとなしで全然違うんですけど、キャップをつけるとかなり後ろに持ってかれます。キャップが重いのでね。キャップついてると 82mm ということで、かなり後ろ重心な、筆記具になるかなと思うんですが、キャップを外すと 58mm っていうことで、これだと、前重心系の筆記具になるかなということで、キャップを入れるか外すかによって重心の位置が全然違います。ということは、書き心地も全然違うという感じですね。取り回しの感覚が全然違うので、これは好みだとは思うんですけれども、僕は、キャップは外して書いた方が書き心地がいいんじゃないのかな。軽いしね。14.6g っていう重さだと、普通の筆記具っぽく書けるので、そこを考えると、僕は、
キャップはない方がいいかなと思います。あと、グリップ径、測る場所にもよるっちゃよるんですけれども、ここのところですね、前の方で測ると、10.8ミリぐらい。軸径、腹巻きのついてるところで測ると、だいたい13.2ミリということで。ドクターグリップとかのグリップよりは若干細いよという感じの軸になってます。で、先ほども言いましたけども、軸色ですね。シルバー、フルブラック、グラファイトブルーっていうのがあって、それとは別にマットブルー、マットブラウン、マットグレーがありますよと。シルバー、フルブラック、グラファイトブルーっていうのは、こんな感じの印象ですね。キャップの部分が、かなりしっかりして色がついていて、下半分もキャップに合わせた色がついてますよっていうのが左半分ですね。で、右半分のマットのシリーズなんですけど、マットのシリーズはどうなってるかっていうとこんな感じですね。ボディ下部分が全部透明に銀色みたいな感じですね。中に銀色が入っている透明になっていて、キャップの部分がちょっとマットな感じ。アッシュカラーみたいな感じの色になってますけれども、それでブルーとブラウンとグレーがあります。で、これブラウンなんですけど、ブラウンって言いつつもちょっと紫っぽいピンクっぽいみたいな感じの色ではありますと。この軸色とかの話もですね、ちょっと後でまたしたいんですけれども、まずはこの形状ですね。キャップタイプの太軸のボールペンなんですけれども、ピンと来てる方もいらっしゃると思うんですけども、これ何かというとですね、今回この新しいズームが出ることによってですね、ズームクラシックと呼ばれるようになったこれまでのズームシリーズがいっぱいあるわけですけども、中でもその初代である、ズーム505ですね。これのオマージュになってるわけですよね。完全にこれは、ズーム505リスペクトデザインなわけですよ。で、これが、なんで必要かということなんですけども、今回ズームシリーズがクラシックっていうのに、全部集約されてですね、ここから、新しいズームが始まりましたよって言った時にですね、これまでのものを一応、クラシックという形で分けたわけですけども、ただ、ズームっていう名前は引き継いでるわけですよ。この名前は引き継いでますよと言った時に、ズームの遺伝子って何なんだろうねっていうことになるじゃないですか。なので、前のズームをちゃんと引き継いで新しいズームの出発点だよっていうことが分かるようにしなきゃいけないわけですよ。なので、このズームクラシックの初代、505っていうモデルがあるので、そのモデルを、リデザインしてですね、これを L1 としましたよということなんですね。誰もが手に取れるエントリーラインの方のこの L1 というものがですね、505をちゃんとリスペクトしてオマージュとしてデザインを引き継ぎましたよっていうところが必要なわけですよ。C1 とかね、L2 とかっていうのはあるんですけども、イメージとして、日本初のコンテンポラリーデザインとは言ってますけれども、コンテンポラリーデザインだったらいいのかって言った時に、じゃあなんでこのズームっていう名前を引き継いだのかっていうところになるじゃないですか。なので、前のズームの、それも初代、一番ズームといえば何って言ったらやっぱ505が出てくると思うんですよ。その50のこのデザインを、こっちにアップデートして引き継ぐことによって、新しいズームの出発っていうのが、この L1 から始まっていくよっていうことがわかるわけです。なんで、今回、ズームですね、C1、L1、L2 って3つあるんだけど、そのどれが、中心なのかっていう話になると、当然もちろん、この C1 っていうのが今回最も力を入れているアッパーグレードなんでね、7000円っていうグレードなので、これがやっぱり新ズームの言いたいことの一番ではあるんだけれども、それを始めるにあたって、でもこの L1 は絶対に外せないアイテムだったりするわけですよ。ここはだから新しくね、今回デザイナーの人が変わってるわけですよね。で、3代目の新しいデザイナーに変わって、新しく出発するときに先代のことをちゃんとリスペクトしてますよっていうデザインがここにあるわけですよ。だからこうやって並べれば一目瞭然じゃないですか。軸が太めでちょい短くて、グリップの部分は太めのラバーグリップで、前方の方でちょっと細くなってもう一回膨らんでいる形で、先端に向かって鋭角な形状もまた同じだし、何よりも胴体のど真ん中のところに、帯というか腹巻きというかね、真ん中のところにリングがはまっていて、これで前後を分けているデザインということで、これは、ズーム505のオマージュだよっていうのが分かるようになっています。で、じゃあ何が違うのかっていうと、ズーム505の方は、ちょっと丸みを帯びたデザインで高級感を出していて、葉巻のようなデザインだったわけですけれども、今回はもうちょっと硬質でシャープなデザインになってますよね。やっぱり令和らしいっていうところもあるし、前のが葉巻だったとしたら、今回のはですね、電子タバコみたいな感じのですね、ちょっと違いが出てるわけですよ。メタリックな感じもありつつも、でもプラスチックの良さっていうのを見せていく。
前のズーム505がメタルとラバーの、質の良さを見せていくところに比べると、今回はですね、マテリアルを変えて、プラスチックとメタルっていうのの使い方を新たに提案し直しているっていうところが今回のデザインの違うところではあるかなと思います。こうやって見るとね、本当にズーム505だなっていうふうに思います。しかも、このインクですね。インクも水性ゲルなんですけど、書き心地はかなり近いです。ちゃんとそのね、引き継ぎが行われているよと。で、ただし、何が違うのかって言ったら、やっぱり丸っこいデザインから角型にちょっとなってます。シャープになりましたっていうところですね。で、こっちがメタルの良さだったよと。こっちがプラスチックとメタルですよと。ここで大きく変わったところのもう一つは重量なんですね。今回、キャップ付きで、22.5g。で、キャップなしで 14.6g。前のモデルね、キャップありで30.28g。キャップなしで 23.1g ですよ。なので、キャップありの状態で 74%、キャップなしの状態になると 63% の重量になりましたよということで、かなり軽くなっています。この違いなんですけれども、僕キャップなしで書くのでキャップなしの方で言いますけれども、20g をオーバーしてくると高級実用品ですよという重量になるわけですね。これは何かというとこっちですよね。C1 がこの位置を、持ってったわけですよ。なんで、もともとは高級実用品みたいな感じのところでですね、じゃあ今回どうなったかっていうと、14.6g っていうと、比較的ですね、機能のあるカジュアルな実用筆記だよという感じですね。やっぱこれね、15g を切ってるっていうところですね。キャップつけると 20g になるんですけれども、実際使うところでいくと 14g ぐらいになってくるので、ここら辺はカジュアルな実用筆記具ですよと言えるところになってくるんですね。だからあくまでこれ4000円という価格、日本だとまあまあ高いので、高級品みたいに見えるかもしれないですけども、ライバルはラミーとかなわけですよ。そんなところで考えると、この、実用筆記具っていうところのこの重さっていうのは、ラミーのプラ軸とかね、そういうところを意識してる、重さなわけですよ。なんで、デザインブランドの実用筆記具でカジュアルモデルだよっていうところなんですね。ここが割と、ポイントかなというふうに思います。で、インクの筆記感とかはそのまま引き継いでいるので、ゲルとはなってますけど、かなり緩いので、ほぼほぼ、書き心地的には近いです。ただ、本体がかなり軽くなっているんで、63% まで本体が軽くなっているので、書いてる感じとしては非常に楽ですね。やっぱりその高級感っていうかラグジュアリーな感じみたいなのは、やっぱこっちにはあんまりなくって、どちらかというともう普段使いしてください。なんかラフにいろんなものを書いてくださいっていう感じの、重量感になっています。なんで、この Zoom L1 っていうのは何なのかっていうとですね、これこそが Zoom の DNA を継ぐものなんですよね。というメッセージなわけですよ。なんでこれはね、今回の新ズームがズームクラシックの正当な後継者だよっていうことがわかるようにしてるわけですね。そのために、絶対に必要で外せないアイテムがこのズーム L1 になるわけです。ということで、オマージュということでね、前のモデルのイメージは当然引っ張ってるんですけれども、とはいえですね、今回はだいぶ違っているところもやっぱりあるわけですね。ということで、そこの話もちょっとしていきたいんですけれども、このズームの新しいシリーズで、じゃあ何を新しくやってるかっていうとですね、リデザイン当然そうなんですけども、その中で肝になってくるのが、素材の使い方なんですね。これはデザインにももちろん大きく関わってくるわけですけれども、前のね、C1 の話をした時には、航空用のジュラルミンを使っていますよっていうのをポイントにしてますっていう言い方をしてたと思うんですよ。それと同じようにですね、今回の、L1 に関してはですね、ここの、軸の部分ですね、一番目立っているこの透明な部分ですけど、ここにデュラビオっていう新しい素材を使っています。これ三菱ケミカルが作った素材なんですけれども、植物由来ということなんですけれども、でんぷんとか糖を、ベースに作られている、素材で、これまでね、植物由来の原料でできているプラスチック製品、特に文房具っていうと、生分解性のプラスチックとかで有名なポリ乳酸で PLA っていうのがあるんですけど、ああいうのを使う場合は
は多いんですけれど、それエコっていう文脈で使われる時には確かにそうなんですけれども、ポリ乳酸とかっていうのは、自然に生分解したりとかするわけですね。だから環境に優しいっていう部分はあるんですけど、ただ長く使うっていうものとしての、素材としてはですね、透明度も低い、強度も低いみたいなところがあるわけですよ。だし、長く置いておくと光に弱かったりするので、紫外線とかに当たっていると分解してしまうみたいな弱点があったりするわけですけれども、それに対して言うとですね、このデュラビオっていうのは、バイオエンプラって呼ばれていて、バイオマスを原料にした材料ではあるんですけれども、非常にプラスチックとしての、材料的な特性が非常に優れているというものなんですね。で、どこがすごいかっていうと、まず透明度がすごい高い。で、かつ、対衝撃性とか対傷性っていうか、傷がつきにくいっていうのが、これの特徴で非常に強い材料なんですね。で、これポリカーボネートに準じるっていうぐらいの丈夫さを持ち、で、アクリルに準じるぐらいの透明度を持つっていうですね、これすごい、アクリルとポリカーボンの、ちょうど真ん中ぐらいな感じだと思うといいと思うんですけれども、非常に、強くて傷がつきにくいにもかかわらず、透明度はすごく高いということで、バイオ原料とか、エコ素材みたいな話になってくると、どうも物としてはですね、あんまりその、クリア感がなかったりとか、強度が弱いみたいなイメージがあったりするわけですけど、これはそうじゃねえよということでですね、非常にそのバイオ原料で作ってる中ではかなり高性能な素材を使ってるんですね。ということで、この透明度がありますと。で、透明度がある中に、これ見ると、中になんかね、メタリックな感じがあるじゃないですか。これどうなってるかというと、中に、メタル軸が入っておりますと。これ中を見ると金属軸が入ってるわけですよ。なので、この金属軸を外側から透明な素材で覆っているっていうのがこのボディなんですね。なので、外から見ると、透明感ありつつもメタリックっていう、異質なものを組み合わせた素材感ですけれども、なんでこれが非常に面白い見た目になるかっていうと、中にメタルが入っていて、外側にこう透明な軸がありますよという風になってるじゃないですか。しかも、この表面のところは脂肪加工がされていて、ちょっとマットな感じになってるわけですよ。そうすると、外から来た光って、透明なのでほとんどは中に抜けるわけですけれども、この表面のところで、ここがこの脂肪加工されていることによって、ここがマイルドにこう広がっていきますよと。光がね、広がりますけども、ほとんどの光はですね、このまま中に入っていきますよと。で、中に入ったところで、このメタルの軸のところで、反射するわけですよね。で、ここはもうすごい綺麗に反射してくれるので、その反射したものが中の、この、やっぱり脂肪になってるので、脂肪のところで、拡散するわけですよね。ということでですね、同じところから来た光が、手前で反射したのと奥で反射したやつが、それぞれ返ってくるわけですよ。なので、奥行きがあるようにも見えるし、手前に壁があるようにも見えるっていうですね、これ角度にもよるんですけれども、角度によって反射の量が違うので、これ全体が、塊として見える時もあれば、中に棒が見える時もあるっていう、これは光の当たり具合と角度によるわけですけども、そういう違いが出てきます。ちょっと見たね、角度によって表情が変わるっていうのもすごくいいところだったと思います。で、6色あるうちのマットブルー、マットブラウン、マットグレーっていうのはこんな感じなので、中のね、このね、メタルの部分はよく見えますよ、涼しい感じでいいですねっていうところなんですけど、キャップの部分は、ちょっと柔らかい色で、しかもちょっとマットな感じの塗装がされているので、ここのね、軸の前後が全然違う質感になってるんですけど、僕ね、面白いのはこっちだと思うんですよ。こっちのですね、シルバーとフルブラックとグラファイトブルーっていうのがあるんですけど、特にこのグラファイトブルーはね、秀逸だなと思うんですけれども、これ映像で見てるときに、前と後ろ、どうですかね、これ映り方にもよると思うんですけど、前と後ろが同じ素材に見えたり、違う素材に見えたりするんですよ。ね。こっちは、これ金属のアルミかなの軸ですね。でも、こっち側はプラスチックの透明の中にメタルが入っていて、表面はメタルじゃないんですよ。だから、こっち側は表面で反射した光を見てます。でも、こっち側は中で反射した光を見てるんですよね。っていうところで、これ全然違うんですけど、これね、映り方によっては全然違うものにも見えるんだけれども、映り方によっては、ここからここまでが一体化して見える。でしかも、ここにね、いい具合にこの脂肪が入ってることによって、あとこっちもね、ちょっとね、ツルツルのピカピカじゃないじゃないですか。こっからここまでほら、ハイライトの線がですね、繋がって見えるんだよね。
これまた、ものとしての、完成度が高いっていうところもあるんですけれども、形状として綺麗に繋がっているので、これね、上から下までハイライトのラインが繋がるんですよ。もう本当に一本のラインで繋がって見えるので、前後ろがどっちもメタルな素材に見える時もあればですね、でも、よく見るとですね、ここ、中の部分の真ん中には軸が入ってるけど、それ以外の部分は軸ないので、透明だなってわかる時もあるわけですよ。これはなかなかうまくできてますよね。そこ引くとですね、前回の、C1 の話をしましたけども、C1 は、これね、前後が同じ素材、同じ作り方ですよっていうので、こう、組み立てたわけですよ。なんで、前から後ろまで同じであって当然って思われてるところで、若干の加工のね、ブレみたいなものがあるために、これ前と後ろが違う色に見えちゃうじゃないですか。これもったいないねって話をしたと思うんですよ。これ逆に言うとこうやるともうわかんないんですよ。これすごくないですか？ちょっと離してあげるだけで、前と後ろほとんど同じに見えるわけですけど、これをくっつけちゃったがゆえに、ここのところでですね、ちょっとだけ違うっていうのが見えるんですけど、これがね、逆に全く違う素材であるにもかかわらず、真ん中に帯が入っていることによって、そこの違和感を消してあるし、しかも、このうまくね、色合わせなんかしてるから、このね、特に、やっぱこのグラファイトブルーの、このね、前後の統一感のある美しさですよ。ね、ここら辺は本当に、綺麗な色が出てるなっていうふうに思うので、今回ですね、異素材を使った組み合わせでありながら、統一感を持たせてある。でも異質感もあるっていうところがですね、この素材の使い方の面白いところだと思います。中のリフィルは前回の C1 と実は互換性のある形のリフィルにはなってるんですね。なので入れ替えて使うこともできるんですが、今回のものに関しては油性ではなくて、ゲルインクのボールになってます。で、ゲルインクなんですけれども、かなり、粘度低めな感じの、じわっと出る感じですね。で、それがですね、一つはこのペン先の作りですね。ペン先の作りで、座形が小さいって言ってるんですけど、これどういうことかっていうとですね、ボールがありますよと。で、ボールが、この、ボールペンの中っていうのは、ボールを支えてる部分があって、こういう支えてる部分があるわけですよね。で、こうなってるわけですけれども、この内側のところでですね、このボールが後ろに接してる部分のですね、ここがちょっとちっちゃいんですよ。なので、簡単に言うとここの隙間ができやすいっていう感じになってます。で、ボールが真正面からここの後ろに押し付けられてるときは、ここの隙間っていうのはほとんどできなくなるんだけども、斜めにこうね、ボールがこっち向きにですね、引っ張られたときには、ここに隙間ができるよということなので、紙に当たってるときに、斜めにしてあげると、ボールがちょっと横に寄せられてインクが多く出ますよと。いうことですね。なので、角度によって、真正面で書いた時と、斜めで書いた時で、インクの出方がちょっと違いますよっていうのがあります。しかも、あとスピードにも影響されるので、ゆっくり斜めにして書くと、線が太めに出ます。で、縦気味で早く書くとですね、線が細めに出ますみたいな感じで、そういうですね、線に抑揚が出てきます。で、これはどういうことかというと、当然ですけれども、やっぱり、特に止め跳ね払いみたいなことができるわけですよね。特に日本語とか、漢字、ひらがなとか。とかを書いたときに、このですね、ちょっとした、太さの抑揚みたいなものができると。ここはやっぱり、こういう表現もできるよっていうですね、柔軟性があるよっていうのは、ポイントにはなるのかな。特にね、ちょっと大きめの文字なんかを書いたときには、その雰囲気っていうのがね、文字に抑揚が出てくる雰囲気っていうのが、いい感じで、表現につながってくるかなというふうに思います。さらにですね、今回のものでいくと、このブラックもね、しっかり黒いんですけれども、それよりもですね、今回はですね、このブルーブラックですね。インディゴっぽいですよね。藍色に近い。で、これもですね、やっぱりこのゆっくり描くと、じわーっと太い感じになります。これね、やっぱでも、好みは分かれると思いますよ。好みというか相性というか。特に、好みの部分もあるし、あと相性っていうのは、人との相性もあるけど、紙との相性もありますね。紙によっては、このインクをあんまり吸収しないものもあるし、吸い込みながら広がっていくタイプの紙もあるので、紙によってですね、線幅が違ったりとか、線の出方が違ってくるかなと思います。あとデザインのところで言い忘れていたんですけれども、これね、ボディのところにですね、ここシボが入っているんですけど、シボのところにパーティングラインが見えないんですよ。
金型の合わせ目で、だいたい普通こういう軸物の筆記具だと、ここのところにですね、側面に細い線が見えるんですね。これは、作るときにですね、円筒形のものを作るときに、金型の中でですね、軸があるわけですけれども、金型がこうあってですね、上と下の型の、合わせ目っていうのが必ずできるわけですよね。なんで、ここの合わせ目のところの線っていうのがどうしても見えちゃう。このラインがないんですよ、これ。で、どう見てもないんですよ。っていうことはどういうことかというと、この合わせ目を使わずに、この、部品を取ってるっていうことは、こうではなくて、ね、すごく深い金型を使ってますよということなんですね。プッチンプリンみたいなもんなんですけれども、それのめっちゃ背高いバージョンみたいになってます。要は、こんな形の金型で、中に、ね、このパーツをこう取るわけですよ。中にもこっち側にもこういう中に入る軸があると思うんですけど、あってっていうことですけども、こんな風にして形を取るんですけど、で、これをこっからスポッて抜くんだけど、当然ですけども、ここら辺の摩擦がすごく強くなるわけですね。なんで、できるだけここを斜めにした方がスポッて抜けやすいから、こういう三角コーンみたいな形だったら問題ないんですけど、これ、かなりですね、平行に近い。若干やっぱり後ろが細いんですけれども、それでもかなり平行に近い形まで持ってきてるわけです。ほとんどここの角度、これ抜きテーパーって言うんですけども、ここの角度がほとんどないにもかかわらず、これを抜くっていうね。でしかも表面はこの脂肪加工っていうのがされていたりとかするので、表面の加工みたいなものが、こう、引っ張られてね、傷がつくんですよ。縦に引っ張った傷っていうのがついちゃったりするので、嫌なので、本当はこんな設計したくないはずなんですよ。多分、金型屋さんというか、成形屋さん的にはやりたくないタイプの加工ですということで、いや、だったら終わってくれよっていう話にはなりそうなんですけども、それを、やっぱり、ここのところにね、継ぎ目のラインが入ってるとかっこ悪いから、どうしてもそれは入れたくないよねっていうのが、ここなわけです。ということなんで、これは非常にここの部分のですね、金型が深い。で、それもまっすぐ抜いてる。抜く力も必要だし、かつ、その傷ができないように抜くための、このギリギリのラインを狙ってるわけですよね。ということで、かなりこれは、金型としては高度だし、高価な金型を使って、ここの部分を作っているよと。で、この透明度ですよ。ということなんで、これ非常に、そこら辺が難しいアイテムですと。クリップは可動式になっていて、C1 と同じような感じに中にバネが入っているタイプの可動式のクリップになっていますということなんですけども、これもね、一応ね、ちゃんとこだわりがあってですね、こっち側 C1 とは別のデザインです。正面から見た時の、このね、端っこが円形になっている平行線で、こう正面から見ると同じような形に見えるんですけれども、例えばこの、大きさが全然違うので、クリップの内側ですね、ここですね。衣類とかに当たる部分のパーツですよね。ここのところの、押さえのパーツが、これ半円形なんですけども、こっちは、ほら、雫型になってるんですよ。C1 の方は雫型みたいな感じで、ちょっとね、奥の方が広がってるんですけども、L1 に関してはこれはまん丸になっていて、そんなところが違っていたりします。あと、形状的な大きな特徴としてはここですよね。キャップの先端の部分です。ここの形は、ちょっと曲面になってるんですけど、その曲面が3次元的に、見る面から見ると、この左右が持ち上がってるようにも見えるし、でも真ん中が膨れてるようにも見えるし、左右が膨れてるようにも見えるし、みたいな形になってます。表面のところ、ポテトチップスが乗ってるみたいって僕は思ってるんですけれども、そんな感じの曲面ですね。こういうある曲面で、こっち側の面とこっち側の面の形が違うんですね。なので、こういうね、蔵型とか言ったりしますけれども、こういう感じの形状になってます。円筒をスパッと切っただけのデザインではなくって、この面とこの面が別々の曲面を持っているところがですね、3次元的にここで、組み合わさっているので、ちょっとここにですね、個性というか特徴が出てきますよね。この形もですね、やっぱり何かしらの違和感みたいなところが、このね、ノックパーツが浮いている C1 とね、並んで、こういうちょっとした違和感っていうのの演出っていうのも、この辺もね、やっぱりズームらしさっていうところの遊び心っていうのがこういうところに出てるのかなと思います。なんで、形状的な遊びはやっぱりここ。なんですけど、このね、素材的な、見た目の遊びっていうところがこの軸にあるので、このペンとしてはですね、だいぶ個性がね、
はっきりわかるような形になってはいるかなと思います。ただ全体としてはですね、締めた状態だとオーソドックスなペンに見えやすいので、どちらかというと、ツイスビーの万年筆とか、ライティブとか、ああいうね、カジュアル系の万年筆みたいな感じの印象が近いかなと。初代505が持っていたハバナの、イメージとは全然違っていて、こっちはむしろ万年筆ライクな感じの見た目。ボールペンのボール先のチューニングも万年筆っぽいというか、ちょっと抑揚つけられるようになっているので、イメージとしては、ちょっと万年筆っぽくなってるかなという感じですね。未来的な感じがありつつも、でも柔らかさも持ってるっていうこのデザインの、面白いところが出てるかなと思います。いろいろありますけれども、とにかく、この、Zoom の L1 に関してはですね、505の正当な後継者であり、かつ、その505をデザインし直して、今の技術、今のデザイン、そして今の材料みたいなものを入れて進化させたバージョンだよっていう風には思えるのかなと。ただ505の持っていた高級品っぽい感じではなくって、もうちょっとカジュアルな方向に持ってきたっていう感じかな。で、僕としてはですね、やっぱりこのグラファイトブルーのね、この色の使い方と素材の使い方は最高にかっこいいなっていう風に思いますよというところがですね、萌えポイントなので、皆さんよかったらですね、これはね、現物を見ないとカタログを見てもわかんないです。やっぱり、現物を目の前で見たときに、この光沢感の違いっていうのは、液晶の画面では表現できない、このね、質感みたいなものがあるので、ぜひお店で一度ですね、手に取ってみていただければなーなんて思ったりしますよということで、この後はですね、いつもの試し書きをやっていきたいと思います。はい、ということで、Zoom の L1 試し書きをしていきたいなと思うんですけれども、今回2本ね、それぞれ、ブラックとブルーブラックのインクが入っているので、途中でスイッチして書いていってもいいかななんて思ってますということで、まずはちょっとね、ロゴマークとイラストの形取りからいこうかなと思います。Zoom の L1 にはシャープがないので、L2 の方を使ってちょっと形を取っていきたいと思います。すごいインクがしっかり出ちゃうので気をつけないと線が太くなっちゃうんですね。
な感じですね。はい。で、まあちょっと色塗る都合ではやっぱりこう濃い色の方がそれっぽくなるかなって感じですけども、このフロストの感じとかはなかなか伝わらないね。難しいっすね。
もう細く書けないのでね、表現が限られますよね。今回はちょっとフロストの感じを出せるかやってみたいと思います。それでもドットが大きいな。
ちょっと汚しちゃった。ってな感じかな。なんとなくちょっとだけフロストっぽい感じを点描で表現してみたが、難しいね。やっぱそのペンで書かなきゃいけない縛りっていうのを、つけちゃった時点で、いろいろとあるわけですけれども、いいや。でいきましょう。で、ブルーブラックの方でずっとロゴを書いたので、この下の文章はですね、普通にブラックの方で書いていこうかなと思います。いやいや、ゆっくり書いて、汚さないっていうのが本当はいいんでしょうけども、今はですね、まとめて書いていこうかなと思うので、ちょっと汚さないように紙を置いて書いていこうかなと思います。はい。いくつもの深さを持つ透明というね。というところですね。ちょっとこのノートもだんだんページが後ろの方になってきて、若干こうデコボコするようになってきたので、違うものを下に敷いとこう。よいしょ。なんかね、なんかね、やっぱりこのそのボールの動く遊びですかねがあるっていうのはあるのかもしれないですね。なんか書いてる時に、なんかこう一定の硬い線で書くっていうよりは、なんか本当に紙に当たる時の深さによって太さが変わっている感じがしますね。
グラビオ。軸で反射した光の加減によって、なんかグラビオ。表面と一体化し、なんかちょっと加減がつかめてきた感じがする。表面の太い軸。金属に見えることも。一本の太い金属だったね。変わる楽しさ。面白いですねこれ。軸の表情も変わるんだけど、文字の表情も変わるよね。変わる楽しさ。楽しさってこれでやるんだっけ。魅力。
うん。ということで、そうですね。まあなんか抑揚つけて書くのに向いてるっちゃ向いてる感じがしますね。うん。どうしようかな。うん。こんな感じですかね。うん。ということで、色はね、黒は真っ黒ですね。で、ブルーブラックは割と乾いてみるとまあまあ明るいですね。浸透は結構するので、点描したところあたりはちょっと裏がやばい感じがちょっとしますけれども、まあ抜けるほど抜けてるわけでもないという感じですね。まあ比較的、浸透しやすい、感じなので、速乾性という感じもありつつのということで、ちょっと上から見てみたいと思います。はい、ということで C1 と L1 並べてみましたけれども、ちょっとやっぱり性格の違いっていうのが出ますね。やっぱり油性のインクっていうのももちろんあるんですけれども、ボールがあんまり動かないようにしっかりめに作っている C1 の安定した感じとですね、L1 の方の若干のね遊びを作ってあげることによって筆圧とかによってインクの出方が違う。しかも水性ということで、やっぱり水性っていうか、まあ、ゲルなんですけども、かなり粘度の低いゲルなので、まあ書いていく端からですね、結構じわっとインクが出てくるんですよね。なんで、まあ狙うところ、細く書くのはやっぱりちょっと苦手なんで、全体的には線太めには出るんですけれども、で、まあその時にちょっと出方が変わってくるので、文字の表情が強くなりますよねと。まあ書き慣れた人には結構ね、L1 いいんじゃないのかなと思います。筆ペンチックな感じというか、みたいなのがわずかに入るっていうかね。まあボールペンなんだけれども表情を出しやすいっていうところがあったりするので、風情を出したいという時には、まあなかなかいいんじゃないのかなと思います。まあそれよりも何よりも軽くて、まあ太軸っていうところでですね、形状的には割とズーム505を継承しているような感じですけれども、それよりもだいぶ使い勝手というか、ペン先の動きはカジュアルな感じがするよねというところで、似て非なるものではあるんですけれども、ただまあ505のね、重厚感とはまた違った感じで、これはこれでありかなと思います。やっぱズームシリーズに共通しているマテリアルにこだわるっていうところでですね、フロストというか、ちょっとね、脂肪加工がされている、軸の部分にですね、中にメタルの軸が入っていることによってですね、なんか見た目のね、まあ、僕は割と昔の人なので、魔法瓶っていうのがあって、ガラスに内側に蒸着している軸みたいなのをね、みたいな感じのイメージがありますけれども、透明素材の内側にメタルっていうですね、まあこっちは光を透過する材料の下に光をほぼ反射してしまう素材を入れるっていうことで、この異質感っていうのもなかなか、それもただ透明にしちゃったら、まあ中の軸がそのまま見えるだけなんで、ここにね、ちょっとだけ脂肪をかけてあげることによってですね、ある程度軸のエッジが見えてるんだけれども、でも、はっきりはしないっていうところのですね、感じが面白いなとは思いますね。で、まあ、特にこのね、ブルーの方なんかに、ライトカラーの方の、3本に関しては、割と中の軸が入ってるねってわかるんですけれども、むしろこっちですね、ちょっと重めのカラーの方の軸を見てみるとですね、このブルーなんかはすごくよくわかるというか、こっちは表面に
金属光沢あるんですよね。で、こっちは中に金属の光沢がある。でもこのなんか一体感もありつつ、でもこっちとこっちで深さが違うっていうところがあったりするので、僕はやっぱりね、この L1 に関しては、見た目可愛らしくて好きなのはこっちなんですけれども、ただやっぱりその素材と色みたいなところでいくと、このね、異質感ありながら一体感があるっていうところでいくと、なかなかこれがいいかなと思います。前のね、C1 の時の全部同じ素材というか同じアルマイトで揃えようとしているにもかかわらずわずかに色が違ってしまうっていうところに比べると、逆にこっちの色使いのうまさっていうのが際立ってくるかなという感じがしますということで、なかなかこの軸悪くないなというふうに僕は思いますよと。はい。ということで、いろいろとね、ありますけれども、やっぱズームリニューアルの中で高い方、安い方並べてみましたけども、安い方もね、安いっつっても3000円とかね、するわけですから、そんなめっちゃ安いわけではないですけれども、ただね、比較的高級ブランドのカジュアル路線みたいなところのあり方っていうので、プラスチックの軸を使っているんだけれども、そんなに安くは見えないよっていう、この落としどころのうまさみたいなところはですね、やっぱりね、ここしばらく日本の筆記具、他社も含めてですけど、日本の筆記具の、プラスチックの良さを引き出しつつ、安っぽくない雰囲気にしていくっていうところのですね、技術が、一段ぐっと上がってる気がやっぱり僕はするんですよね。ということなんで、今回 L1 なかなか良いんじゃないのかなというふうに思います。はい、ということなんで、ぜひぜひ、機会があったら持ってみていただいてもいいし、これプレゼントなんかにもちょうどいいかなと思うので、可愛らしいしね、というふうに思いますので、ちょっと見ていただければと思いますよということで、今日はそんな話でした。以上です。